5月2日の午後6時過ぎ、突然やってきた姪の目つきが異様でした。物のけがついているとしか考えられませんでしたね。話を聞いて驚愕し、直ちに現場に駆けつけ事態を確かめ、3人が正気に戻るのを待って、ご領主様へ訴え出た次第でございます。この村は全体に山中にあるので、百姓家も谷々に分かれて住んでいました。ところが24、5年前から里近い場所に転居するようになり、今回事件があった佐田吉一家の隣近所の5、6軒の家も今日移し、あの一家だけが一軒だけ残っていたのです。どうして村人たちは里の方に転居したのか。それは山深い場所ではそれだけ山の神のたたりに遭いやすいと恐れたからです。怪しい噂が広がると他国の人の往来が減り、村が衰退するのを心配して、誰も口に出しては話しませんが、最近も山の神のたたりは後を絶ちません。山中で怪奇の者に遭遇した後で病気で死んだ者もあれば、同じく山中で発熱し、物のけの仕業でわけのわからないことを口走った者もいると聞いております。しかし、あの一家だけは、たたりを恐れる様子もなく、山深い場所に住み続けていました。この事件はやはり山の神のたたり、もののけの仕業ではないでしょうか。伝吉が母を殺せと命じた時は、まだ正気が残っていて、母を逃がそうとしたのですが、あとは夢の中、貞吉と一緒に母の死骸を細かく砕きました。伝吉と叔父の家に行く途中にだんだん正気づきましたが、もはや悔やんでも仕方ありません。叱るべきお仕置きを。弟が物のけでもついたように口走ると、私たちまで錯乱状態になりました。内心怪しいと思いつつも、弟の言葉に背くと金縛りになるので、いつの間にか本心を失い、夢心の中で母を殺し、その死骸を切り刻みました。叔父が来て事情を聞かれるうちに正気を取り戻しましたが、母を殺害し、死骸を刻み砕いたことはうすうす記憶しております。弁解の余地はございません。もののけの仕業でしょうか。ふと夢心のようになり、誰が教えたのでもなく、長者になった気で、母と兄弟に自分を拝むように命じたところ、三人ともつきものが映ったのか。兄と姉は土間のあたりを犬の真似をして這い、母はただ恐れ入った様子で平伏してました。私は三人が畜生になったと感じ、兄に向かって、母が死なないと極楽へは行けないぞ、殺せ、と口走りました。その言葉を聞いて姉は母を助けようとしましたが、兄が振りかざした斧が母の頭に打ち込まれ、私はさらに即死した母の体を粉々に砕くように命じ、兄は竹巣の上に死骸を置き、ナタで頭部から細かく切断し始めました。最初は母を逃そうとした姉も自分から作業に加わり、飛び散った骨や肉片を拾い集めるなど積極的に手伝いました。作業は日暮れまで続き、死骸を粉々にし終えると、私は姉と申し合わせて、
叔父の家にこのことを報告に行きました。どうしてこんなことになったのか。夢が覚めたように正気に戻ってみると、自分でもさっぱりわかりません。とはいえ、事実は事実。どのような刑に処されても仕方ございません。実行犯である長男貞吉と長女花は、取り調べの際に、母の死骸を刻んだり砕いたりする作業は山の柴木の根を割るようで面白かった。このように供述しています。事件が起きたのは、河内の国石見川村。現在の大阪南東部、和歌山と奈良の両県に隣接する地域にある小さい山深い村。その村にある一つの家で起きた母親を殺害したっていう事件なんですけど、事件の詳細が異様なんですよね。叔父にあたる徳兵衛や村の庄屋や年寄りも3人は随分むつまじくって言ってるんで、仲が良かったって取り調べで答えてるんです。親孝行な子供たちだったって。年齢は詳しくは書かれてないんですけど、長女の花は33歳。だからみんな成人していると思うんですよね。村の人たちも総じて、不審晴れがたし、とても信じられないって言ってるんです。被害者である母親、コリンって名前なんですけど、次男の伝吉が突然兄貞吉に母親を殺せって命じて、その後に長時間にわたって母の死骸を兄と姉が切り刻んだ。叔父徳兵衛から届け出を受けて駆けつけた役人たちが目撃した惨状、このように記録されてます。細かに刻まれた肉片と2センチメートル前後に切断された白髪と骨、そして内臓のかけらがそれぞれ一塊になって土間に置かれていた。それでいて実行犯である貞吉や花、いきなり殺せって口走った弟の伝吉、伝七説もあるんですけどね。みんな言うのが、正気を失った、錯乱状態になった、夢心の中にいた、もののけの仕業じゃないか。そんな風に例えているんです。第一発見者である徳兵衛、おじさんですね。長女花の目はおかしかった。そう言ってます。この一家は、その村の村人はほとんど麓に住んでるんですけど、みんなが住む地域から700メートルほど山に入ったポツンと一軒家みたいな家で暮らしていた一家。それも庄屋や年寄りの証言によると、山深い場所ではそれだけ山の神のたたりに遭いやすいと恐れたからみんな麓に移ったんですって言うんです。山神の戸がたたりじゃないかって。この事件、江戸時代に実際に起きたこととして記録が残ってるんです。母親を殺す、肉親、ママ母とかでもいいですけど、目上の人って敬うわけじゃないですか。お父様、お母様言ってた時代。殺人で母親殺すなんて大罪っすね。もう極刑なんですけど、牢屋の中でもう殺されちゃってますね。お前は生きてちゃいけないねって言って他の罪人にリンチなのか何なのかはわかんないですけど。一応病死ってことになってますけど、親殺しってタブーなんでね、そんなことしたやつが入ってきたら、生かしちゃおかないですよ。刑が執行される前に死んでます。いや、この話怖くないですか？人コアでもあるし、怪談でもある。当時の役人なんかもビビり散らかしたと思うんですよね。江戸時代に実際にあった話、今回紹介してみました。